ご視聴ありがとうございます。今回は大災害に見舞われた駅のご紹介です。ここで30年以上前に起きた大災害、その復旧過程と今でも残る爪痕をグラフや図表をフル稼働してどこよりも詳しく解説します。意外と注目されないこの構造、どうしてこうなったのでしょうか。私が今乗っているのは JR 武蔵野線の府中本町行き列車です。武蔵野線は東京近郊をぐるりと囲む路線で、当初は貨物線として計画されたものの、今では旅客列車も走っています。次の駅が新小平駅。隣の新秋津駅からの距離は 5.6 キロで、そのうち 4.5 キロほどを1本のトンネルが占めています。駅の手前で光が差し込みましたが、ここは地上ではありません。ここは地上より10メートルほど低い場所で、駅のこちら側は掘割になっています。ホームに降ります。この辺りは天井がないので明るいですが、この先はそうでもありません。一旦ホームの前方へと進みます。この駅は半径2000メートルのカーブにあり、微妙に見通しが悪いため、ホーム後方には前方監視用のモニターがあります。2.5 両分ほど進んだところでホームに屋根がつくと、ホームの両脇にはスロープが加わります。これはこの先でエスカレーターにつながっているものです。エレベーターはこの先にあり、先ほどのスロープを上がるとエレベーターには乗れないので注意が必要です。そしてエレベーターのあたりで線路はトンネルに入ります。光が差し込まないこの場所、映像では伝わりませんが、空気がひんやりしています。壁際には路線案内があったと思われる枠が今も残っています。奥には待合室があるものの、中に人はおらず、周りもガラガラで、随分雰囲気が変わります。そしてホーム終端の先でトンネルの断面は小さくなり、よくある地下トンネルに戻ります。この奥にあるのが、長さ2561メートルの小平トンネル。一方反対側は、長さ4380メートルの東村山トンネル。この駅は両隣を長大トンネルに挟まれています。そしてメンテナンスがしやすいからか、架線の切り替えポイントはトンネルの間にあり、武骨な雰囲気に拍車をかけます。そして南船橋行きの列車と入れ替わりにトンネルの奥からやってきたのが、武蔵野線に欠かせない貨物列車です。両側をトンネルに挟まれたこの駅の全体像と、今後の話にも関わってくる要素を、ここでおさらいです。武蔵野線が建設される前、速度の遅い貨物列車が都心部の貨物線を走っていたため、旅客列車の増発やスピードアップができませんでした。そのため郊外を環状に結ぶ路線を作って貨物列車をそちらに流し、空いた線路を旅客列車に振り向けることになったのです。東海道線と東北本線をつなぐのが主な役割でしたが、中央線や常磐線とも線路がつなげられたことで、貨物列車の大動脈になりました。新松戸から西船橋までは当初旅客列車のみが走っていたものの、後に貨物列車も走るようになりました。そのあたりの経緯は、こちらの動画を見てくださいね。路線は73年から78年にかけて開通、新小平駅は73年の第1期区間の駅の一つでした。なお、建設当時の新小平駅周辺には茶畑や果樹園が多く、地上をそのまま利用できることが重視されました。他の区間では高架橋が多いのに対し、この辺りがトンネルなのはそれが理由です。そして新小平駅では、他の路線との接続がありません。乗降客数は1日平均で2万人を切り、武蔵野線の26駅では下から2番目です。周辺には西部の路線がいくつかあるものの、一番近い駅でも数百メートル離れており、乗り換えは不便。これが開業後に想定外の事態を招きます。そして当初は貨物列車中心のダイヤだったこともあり、旅客列車は日中45分間隔、朝ラッシュが15分間隔、夕方ラッシュが20分間隔という少なさで、両数も今より少ない6両でした。その後、貨物列車の減少や沿線人口の増加で旅客列車が増え、91年12月には8両運転が始まります。当初新小平駅のホームは6両分でしたが、8両運転の開始に先立ち、トンネル内に2両分伸ばされています。一方、開業から50年が経つ今でも貨物列車は健在で、しばらくいれば姿を見れます。武蔵野線は全体的に曲線や勾配が抑えられているため、列車によっては爆速で通過していきます。ここで一度、改札へと向かいます。なんだかもったいぶっているような展開ですが、後でしっかり関わってくる内容です。先ほどのカットにあった通り、
階段とエスカレーターは高さが違います。そしてエスカレーターの突き当たりでは壁が近く、動線が直角に折れているなど、癖のある作り。右手にはホームから上がってきたエレベーターが接続され、両ホームからの動線が合流した後、緩いスロープで改札に到着です。そしてもう一つの動線が、左から合流します。階段はエスカレーターより一つ低い階層までしかなく、隣のホームから来た通路と合流した後、再び階段になって改札階につながっているという二重構造です。改札で振り返った様子がこちら。もともと幅いっぱいに階段があったところ、エスカレーターやエレベーターの新設に合わせて半分が削られたのがわかります。駅正面の様子がこちらです。この辺りではすでに線路はトンネルに入っています。反対側にはロータリーがありますが、これはタクシー乗り場。バス乗り場はこの先の青梅街道にあり、バスはここまでは入ってきません。路線の成り立ちの関係上、構造が少し特殊なだけの駅に見えますが、この駅がかつて経験した災害の痕跡がホームなどに残っています。序盤で通り過ぎた新秋津寄りの場所を細かく見ていきます。なお、太陽の位置の関係で見づらい映像になってしまったので、ここから先では反対側のホームの映像をメインに解説しますが、序盤で通った側も基本的には同じ状況です。ここではホーム端から斜めにコンクリートがはみ出し、高さが上がってきた後、奥の方で再び高さを下げています。そして特にはみ出しているところには、ホーム上に黄色く塗られた四角い突起が。一番はみ出しているところでは側面の壁の継ぎ目が歪み、上に行くほど開いています。これが、今から30年余り前にこの駅を襲った災害の痕跡の一つです。1991年は夏から雨が増え、8月以降の降水量は例年を大きく上回っていました。これによって地下水位は急激に上昇し、8月には地下11メートルほどだったのが、10月には 2.5 メートルほどにまで上がりました。68年からの地下水位と降水量のグラフがこちら。91年の地下 2.5 メートルが、どれだけ地表に近いかがわかります。そしてこの数値は、確率的には100年に1回とされる、非常に稀なものでした。新小平駅の構造物は、地下水位が上がったことで巨大な池に沈んでいる状態になり、しかも空洞部分が多く、かつ天井が塞がれていない分荷重が少ないため、浮力に押されて浮き上がりそうになりました。構造物の重さと浮力が釣り合うとされた地下水位がここ。実際には、構造物と周辺の土砂との間に摩擦があるため多少の余裕があること、この数字は地面ではなく、構造物のてっぺんからの深さであることに注意が必要ですが、地表からの深さ 2.5 メートルでは、構造物は浮力に負けてしまいます。1991年10月11日、夜11時15分頃、浮力に耐えられなくなった構造物は、図の3番の箇所を中心に浮き上がり、最終的に最大2メートル浮き上がりました。この駅の構造物はもともと複数のパーツをつないだものだったため、先ほどのカットにあった継ぎ目は、この時歪んだものです。これにより武蔵野線の府中本町新秋津間が不通となり、後に不通区間は西国分寺までに短縮されたものの、西武京王、小田急東急の全線、東部の一部区間に振り替え輸送が行われました。道路事情が悪く、代行バスでは一駅に1時間かかるありさまで、鉄道でも普段は8分の移動に40分以上かかり、乗客は不便を強いられました。また、貨物列車は他の路線に回したものの、余力が限られたため3分の1が運休になるなど、大きな影響が出ました。武蔵野線の他の被害箇所では死者が復旧に当たったのに対し、新小平駅は関東一円を扱う東京工事事務所が担当することになり、JR は当時の山内副社長を本部長とする対策本部を設置。毎日会議を行って復旧方針を決め、作業を素早く行う体制を整えました。復旧にあたっては、構造物を丸ごと取り替える案や、内側に新しく作る案、構造物の高さは戻さずに線路の高さを上げて復旧する案がありましたが、構造物を取り替えるのは工期がかかる上、内側に作るのはホーム幅が狭くなるため断念されました。線路の高さを上げる案は他の駅なら使えた可能性もありますが、新小平駅は両側をトンネルに挟まれており、上げられる高さが少なかったため断念され、最終的に5番が採用されました。そこを削ったのは、構造物の下に土砂が回り込んでおり、完全に元の高さまでは戻せなかったからです。
復旧にあたっては、地表面まで地下水位が上昇しても耐えられる設計に見直され、工期短縮やメンテナンスを考慮し、アンカーと呼ばれる重りを打ち込んで浮力に対抗するプランになりました。このアンカーは左右4列ずつ打たれ、場所によっては2列や3列で打たれています。また、事故発生直後で毎分7立方メートルの地下水が流れ込んでいた上、周辺の地下水位を下げないと復旧もままならないことから、井戸を掘るなどして水を汲み出し、10月31日には、小平市下水道への放流許可を取り付けました。しかしそれでも足りず、北側の東村山トンネルに水を流すことになりました。このトンネルは大まかには新秋津駅に向かって下り坂ですが、ところどころにある上り坂では直径30センチの排水管を8本渡してポンプで水を送り、3.4 キロ離れたポンプ室から水を汲み出し、11月12日より近くを流れる川へ放流が始まりました。この種の許可が下りるには通常に3週間かかりますが、この時はわずか2日で許可が下りました。また、人工的な放流は本来それぞれのエリア内で処理するのが原則で、エリア外に放流する場合は小平市の許可が必要でしたが、小平市からは即刻了承が下りました。また、水を汲み上げる井戸や排水路を作るにあたり、農業以外に使えない条件のある土地がありました。こうした土地の利用にあたっては、農業委員会などの了解を得て土地所有者に協力してもらうなど、関係者の協力が大きかったことが伺えます。他にも駐車場の借り上げ交渉や、仮設駐車場にした農地の保証、夜間工事の近隣住民対策など、課題を一つずつクリアしていきました。地下水位を下げて構造物をできるだけ下げた後、軌道を設置する部分を切り下げる必要があったため、新たに底を作ることになりました。これによって荷重に弱くなるため、ホームの上には4メートル間隔で19本の鋼材が渡され、線路と平行な鋼材で繋がれました。整然と並んでいるように見えるこの部材ですが、実際には工期や施工のしやすさ、施工場所の条件など、多くの要素が考慮されています。なお、もともとあった架線を支える部材は、復旧作業の障害になるため全て撤去されています。鋼材を近くで見ると、ゴム製の部材なども見えます。ホームにある四角い出っ張りは、この時打ち込まれたアンカーの跡であり、角には水を流すための排水口がつきました。そして線路の復旧にあたり、線路の形状が問題になりました。もともと新小平駅周辺は、メンテナンスの負担軽減を狙い、スラブ軌道が本格的に採用された区間。これは軌道スラブと呼ばれるコンクリート製の板にレールを取り付けたもので、従来のバラスト軌道に比べ、一長一短があります。復旧にあたりメンテナンス性よりも工期を優先し、旧来式のバラスト軌道を主に採用しつつ、スラブ軌道を補修して使用したり、直結軌道と呼ばれる軌道を10メートルだけ挟むなどの工夫もされています。そして、変形した鉄骨や屋根の補修を行った後、土木関係が30億円、電気関係が3億円、総額33億円を費やした復旧工事は無事完了。当初年内復旧が絶望的と見られた武蔵野線は、2ヶ月後の12月12日の始発から再開しました。ここから随所に残る爪痕と、その後に与えた影響を見ていきます。再び、構造物の変形が大きい場所を見ていきます。ここから先ではホームの土台が線路に近いのは、線路に寄せた方が作り直すのが楽だったからです。そして変形が大きくなる場所で、線路の作りが変わります。表面がアスファルトで覆われているので分かりにくいですが、後期優先で作られたバラスト軌道の場所です。そして、土台の下のケーブルにご注目。元の構造物と後付け部分の境目に重ならないよう、ケーブルが上に移動した後、黄色いステップにぶつからないよう、今度は一番下に下ろされています。最も隆起した場所では継ぎ目はステップより上に来ており、ホームの隅の部分と合わせ、構造物が大きく押し上げられたことがよくわかります。そしてここから先で高さは一気に低くなり、元に戻っていきます。隅に映っているのが直結軌道となった部分で、ここにあった建屋は床が傾いたままです。そして、側壁の看板にも痕跡があります。この駅名板と隣の看板は枠が交換されていないため、ホームに対して斜めになっています。一方、一番隆起した場所に近いところにあるこの駅名板は、ホームに対して水平です。もともとあったものが復旧作業の時に外され、後から付け直されたからです。また、この手前のスラブ軌道では、昨年11月に線路が歪み、徐行運転されました。線路の間の蓋が外され、
下を支える部材も一部が取り除かれています。この場所が、その時補修された部分でしょうか。手前にはアンカーの出っ張りも目立つこの場所、苦労が絶えません。そして改札階から現地を見ると、側壁に入った線が斜めになっているのが見えます。上のフェンスは作り変えられたようで、こちらも側壁の線に対して斜めになっていますが、上端は水平ではなく、奥でへの字に曲がっています。反対側には排水を処理するパイプもあり、日々水を汲み出しています。そして、意外と注目されない駅舎寄りにも、災害の影響が現れています。91年の事故発生時、エレベーターやエスカレーターはまだありませんでした。その後設備を追加するにあたり、この駅の構造が問題になります。エスカレーターを元の部材の上に乗せたため、人が乗る面が高くなり、序盤で見たようなスロープが必要になりました。階段と同じ動線にすると台数が3台になりますが、エスカレーターを改札階まで伸ばせば2台で済みます。改札階では壁との距離が近く、動線が直角に折れ曲がった不便な構造ですが、これ以上離すと、ホーム階での距離が詰まってしまいます。また、利用客数が少ないとはいえ、上りだけが2人分、下りは1人分という幅は狭く感じますが、これ以上広げると階段が狭くなり、スペースが圧迫されます。それを防ぐには、元の階段を塞がないようにエスカレーターを作る必要がありますが、掘割の中にあるこの駅には、スペースがありません。掘割を切り広げるのはリスクが大きく、設備全体を掘割に収めるため、このような形態になったようです。また、片側だけを塞いだ階段部分だけでなく、ホーム上にある機械室の位置の関係もあり、エレベーターをはじめとしたレイアウトは、微妙に左右対称ではありません。復旧から30年以上経った今でも、随所に残る爪痕。この駅が将来安全であることを願っています。ご視聴ありがとうございました。